What's up, fellow creators? どうも、リュウスケです。今回はですね、人生逆転、ショート動画かける AI で月100万稼ごう。今回はですね、なんと未経験から1年で人生が変わった26歳ということで、福岡からお越しいただいてます。恩田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。恩田さんはですね、エイムクリエイターズカレッジで僕らが運営しております、動画編集スクールの卒業生の方なんですが、聞く話には、恩田さんなんか動画編集1年ぐらいで月100達成したみたいな。そうですね、1年きり経つか経たないかぐらい。いや、すごっ。ただただ月100達成しただけじゃなくて、ショート動画に特化してるみたいな。そうですね。そういう話を聞いてて。なんなら、そのショート動画に特化してるだけじゃなくて、半分ぐらいその AI 動画みたいな。そうですね、AI クリエイティブ。AI クリエイティブで半分ぐらい。半分、ちょっといかないぐらい。ちょっといかないぐらい。ついに AI クリエイティブというジャンルがね、できたということで、それで実際に成果を出している人の話ってめちゃくちゃ聞いてみたくないですか？で、しかも、こういった実績者の方を動画に呼ぶと、どうせね、最初から優秀だったんでしょとか、動画の経験とかあったんでしょみんな思うじゃないですか。もともと何されてたんですか？もともとニートです。ニートだ。ニートって言ってるけど、実はニートじゃないパターンあると思うんですけど、何されてたんですかね？彼女に借金して仕事探すよって言って永遠にゲームしてたみたいな。じゃあニートっす。じゃあニート。それはめちゃくちゃニートっす。そっから動画編集ですか？そっから派遣社員挟んで動画編集。動画編集です。なるほどね。というわけで今日はですね、知識ゼロ、未経験からどうやって月100万達成できるフリーランスになったのか、そして AI クリエイティブ、このね、稼ぎ方って実際どんな感じなのかとか、ここら辺聞いていきたいと思いますので、気になる方は今回の動画を最後までご覧ください。それでは早速本題いってみましょう。Let's go! はい。というわけで、このチャンネルでは動画編集で稼いでいきたい方向けに、チュートリアルや稼ぎ方、そして必要なマインドセット等々発信しているチャンネルになってますんで、もしよかったらチャンネル登録と高評価の方どうぞよろしくお願いします。はい。というわけで、ちょっと軽く自己紹介の方お願いしていいですか？はい。名前が恩田と申します。年齢が今年27の年の26歳で、住んでるところが福岡県北九州市に住んでます。エイムの入会は2025年の2月入会になります。なるほど。お願いします。お願いします。ちなみになんで動画編集始めようと思ったんですか？副業を始めるタイミングの会社での給料が18万ぐらいしかなくて、昇給とかもしたんですけど、年功序列の会社だったんで、もう未来ないなと思って何かしら副業しなきゃってまずなって。その時に転職じゃなかったんですね、選択肢が。転職しても同じようなところばっかだろうなっていう。お仕事何されてたんですか？自動車の部品の梱包作業なので、めっちゃ力作業だったり、フォークリフトで物を上げたりとか。現場仕事。そうです。体力仕事もやってられないなって思って、フリーランス目指しつつやる副業というか、そういう感じで始めました。動画編集になんで行ったかというと、マネタイズしやすそうだったから、側近性があったので、一旦それで頑張ってみようかなぐらいの正直軽い気持ちでは始めてました。結構動画とか見てたんですか？エイムの動画めちゃくちゃ見てて、本当ですか？孝太郎さんもリュウさんのチャンネルも両方見てて、それで実績者対談で堀孝太さん、堀孝太さん、あの人やばいなと思って、フィジカルでいけんならいけんじゃんと思って。ニートなのになんかそこのやる気だけはあったんだ。それでやってみたっていう感じ。どうでした？入ってみて。地獄の日々でした。やめて。入ったスクール地獄でしたってやめてほしい。楽しいけどめちゃめちゃ時間も使うし、睡眠時間少なかったし、でもその期間は今までの人生で一番頑張った。じゃあいい意味で、めちゃくちゃいい意味で地獄だったっていう感じですね。同期のつながりがエイム生のどの代と比べてもめちゃめちゃつながり濃くて、そうなんだ。2月生だけで集まったりだとか、未だに作業のズームとかやってるんで、それで充実してました。めっちゃいいっすね。実際半年ぐらいやってどんぐらいの収益になったんですか？最初半年後が15万から20万ぐらいでした。それは副業で？フリーランス成り立てって感じ。成り立てで？でも成り立てすごいですね、それ。7月の途中からかな。なったので、エイムに入って半年以内にはもう独立してんだ。そうです。すごいっすね。いけると思った？いけると思ったし、僕キャッシュがない人なんですよ、基本。今入った時もキャッシュゼロ、フリーランスになった時もキャッシュゼロで、追い込まれた環境だからこそやれる人間。キャッシュあるとニートになっちゃう。キャッシュあるとニートになっちゃう。その時はキャッシュなくて借金してるんですけど、難しいってマインド面でも今は成長してるんで、本当っすか？あの頃と比べたら全然人が違うと思います。フリーランスになってちゃんと収入も安定したと思うんですけど、何が変わったですか？ライフスタイル的には。とにかく時間が取れるっていうのと、選択肢が増えたっていう、前まではもうこの仕事やるしかないってなってたんですけど、もう今はやりたい仕事とか、これから自分でやろうとしてるビジネスみたいなところとか自分で選んでできるんで、そこがまた楽しいっていう感じです。なんで
でニートだった人がなんかここまで動画編集頑張れたんですか？僕の中で一つあって、お金稼ぐの気持ちいいってなって、普通の正社員とかだったら月何円来てボーナスまで待ってっていう流れだと思うんですけど、フリーランスとか副業とかになるとやった分だけ入るし、確かに自分で頑張って取ってきた案件が高単価だったらその分高く入るんで、確かに確かに。それがもう気持ちよすぎて、ゲームみたいな感じ。そうですそうです、それに近いかもしれないです、はいはいはい。超楽しいです、毎日。ああ、最高じゃないですか。ちなみに動画編集で月100達成した時っていうのは初めてどんぐらいなんですか？初めて10ヶ月ぐらい。売上推移いただいてるんですけど、2月が0円に対して12月に100万達成してて、1回80ぐらいになって、でまた100万ぐらいになって、はい、めっちゃ安定してるじゃないですか。フリーランスの一番難しいところで最初の案件を取ることじゃないですか、それはどっから取ったんですか？一番最初はクラウドワークス。普通に YouTube ですか？普通に YouTube です。どうでした最初案件取れて？めちゃくちゃ嬉しかったですね。あ、本当ですか？その時は。でも何が何だか分かんなく、結構つまずきはしたんですけど、最初の頃は坂本講師がめちゃめちゃフランクな方だったので、常に日報とかで相談しつつ、すり合わせて分かんないこととか、それで急に切れたりすることもなく、継続して行うことはできました。ああ、よかったよかった。5月に作る本数がえぐいことになってますけど、なんで急にこうなったんですか？副業だったんで、平日の稼働時間が少なかった。ゴールデンウィークで稼働時間めちゃめちゃ増える。ああ、なるほどね。そこでもう一気にぶち込んで、TikTok ショート。へえ。それはどっから取ってくるんですか、この量の案件を？クラウドワークスだけです。ほとんど1クライアント。なるほどね。そこからもうひたすら今リソースあります、どんどんくださいみたいな。それきつくなかったんですか？後半の方はきつくなかったです。最初はきつかったんですけど、慣れて時間かけずにできたので、そんなきつくはなかったです。TikTok60 本で12万円って相当安いですね、単価が。そうですね。まずは実績作りって感じだったんですか？実績作りもそうですし、とにかく修正減らして効率よく時短で1本作り上げてっていうところを特化しようと思って。なるほどね。そう、スキルアップとか経験をつけるために、とりあえずいっぱい現場経験つけようみたいな。そうです。なるほどなるほどなるほど。1年間ぐらいフリーランスやってみて、このムーブで結局良かったですか？めっちゃ良かったと思います。やっぱそうですよね。動画見てる人とかって単価低いとか言うんですよ。僕からしたら最初なんて逆に単価狙わん方が経験もつけれる、スキルもつけれる、実績もつけれるで、そっちを追った方が良くないですかと思ってるんですけど。その通りです。それで次の月に企画台本とか、あとはディレクション任されて、そのクライアントからとか、それで経験も増やせて、なるほどね。単価も上がって結局いいことあるんで、まずはそこの経験値をしっかりつけるっていうところをコミットした方が最終的に本田さんみたいに売り上げも伸びるよと。そうですね。実際単価がガッて上がったタイミングってどの段階なんですか？7月8月15万とか20万とかですよね、ここは単価交渉されたんですか？単価交渉ではなくてクラウドソーシングサイトを切り替えました。前まではクラウドワークスだったんですけど、副業クラウドに絞ったり、あとは1人だけもう今も続いてるエイムの先輩、伊藤誠也さんっていうエイムの卒業生の先輩を紹介していただいたんだ。そこから案件でメタ広告とかをやりだして、2000円ちょっととかの単価が4000円とかに上がったり5000円とかに上がったりとかになりました。エイム内の案件とかはやってたんですか？エイム内の案件はもうほとんどしてなくて、珍しいですね。最初に1件だけやって横動画、それがクライアント都合で切れちゃったんです。そうなんだ。じゃあ自分でやろうと思ってクラウドソーシングサイトをメインにやって、で頑張ってたらお声掛けがあって伊藤さんのところにつなげてもらってとか。なるほどね。そのくらいしかないです。今はちなみにどれぐらいの単価でやられてるんですか？最低ショート動画で6000円、高くて5万ぐらい。めっちゃいいっすね。それはもう普通のショートではなくて AI。AI の。ちょっとそれも後でちょっと聞いてみたいですけど、ちなみに一気に40万から100万だったじゃないですか。ここは何の変化だったんですか？新しいクライアントさんとやり取りすることになって、そこからいただく本数がめちゃくちゃあったんです。50本とか。すごい。それプラス単価が1万ちょっととかだったので、その分ボンと。そこのクライアントはどこで取ったんですか？副業クラウド。そうなんだ、ちょっと AI 動画ちょっと聞きたいんですけど、どういう動画なんですか？ AI 動画っていうのは。 AI に動画を作らせるっていうよりかは、AI に動画の素材を作らせる。なので撮影素材とか演者がいなくても成り立つ動画提供できるっていうのが僕のやってるスタイル。なるほど。 AI を使うことで映像素材っていうのを生成したりとか、あとなんなら実写素材と AI 素材組み合わせたりとかみたいな、そういうイメージですか？そういうイメージです。なるほどね。実例とか見えるんですか？マジかよ、同じクオリティでできたんじゃない？こういう素材っすね。よくリールとかで見ますね。10年後 AI クリエイティブが作れないと正直もう終わりです。でも難しくない。 AI に想像力はない。言葉が全てです。台本を書いて AI に演者を演じさせる。それだけ。そう、この動画の僕もさあ作れる側へ。
いやーなんか CM でありそうこれ。こういうのを作ってるんや。そうですね。5万とかなるともっと混んだ CG みたいな感じになるんですけど。こういう AI 動画ってどういう企業がどういう動画を発注するんですか？多いジャンルで言うと広告。最近あった依頼だとアパレル関係で商品の画像だけとか着用画像を AI でビフォーアフ見せたりだとか、ブランドムービーとかにしたりだとか。基本的にやっぱ広告が多いんですね。広告がめちゃめちゃ多いと思います。それで AI 動画で1本どんぐらいなんですか？一番安くて2万とか。そこから工数によって5万円ぐらいまで、今はそのくらいのレンジでやってます。すごいっすね。最初から AI 動画って多分できますっていう人少ないと思うんですけど、どんな感じでそういうのってったんですか？僕は副業クラウドで営業してショート動画のただの制作だと思って面談行ったんですよね。そしたら素材ないんですけど AI でいけますかみたいな。それでいけますって言って、そこからもう知識ゼロだったんですけど、案件ベースで学びつつこなしていくうちにできるようになったんです。はい、フリーランスの鏡みたいなスキルの獲得の仕方してますね。今撮ってるお客さんっていうのはもう最初から AI 使ってくださいなのか、それともこっちから AI で生成しましょうか的な提案してるのか、どんな感じなんですか？何でもできますよみたいな感じで売ってるので、もしかして恩田さん AI とかいけますみたいな相談が結構来やすい。いいっすね。なんか AI をちゃんと使いこなせてる編集者ってめっちゃ少ないじゃないですか。画像生成とか動画生成できるんだけど、クオリティがやっぱ全体的に低いというか、どのツール使ったらいいかとかもよくわかんないしみたいな、そこを自分で研究してやられてるってことですよね。そうです。いやめっちゃいいじゃないですか。しかも単価高いんですか？普通の編集より。市場自体の相場感が分かってないと思うんで、なるほどね。割とこっちで決めれるというか、いいね状態なんだ。そうです。めちゃくちゃいいじゃないですか。制作時間とかも結構短いんですか？そんなことはなくて、やっぱり素材作るのでやり直したりとかもあるので、多少は伸びるんですけど、そんなめちゃくちゃ伸びるってほどでもないですし、編集がめっちゃ短縮されるというよりも単価が上がるっていうイメージなんですね。そうですね。なるほどね。AI の動画を仕事にしてる身として、今後その動画編集スキルみたいなところってどうなっていくと思います？時短術とかは出ると思いますし、ある程度自動化とかも出てるんで、多少は短縮はされるとは思うんですけど、この人に動画編集依頼したいとか、細かいところだと動画編集者って重宝されるというか、なので動画編集自体はそんなすぐにはなくならないし、むしろ強みがある動画編集者なら単価高く取れるとは思いますね。なんならね、動画編集を勉強する価値ってやっぱあるんですか？もちろんあると思います。動画編集の基礎がなってないと絶対ダメですし、結局案件をもらえるとか提案するとか、そういうムーブをするのは今までのクライアントワークの経験だとか、知見というか、そういうところが絶対に大事になってくるので、動画編集の基礎っていうのと、クライアントワークは絶対に必須事項だと思います。なるほどね。動画編集もともとできてたやつが少なかった時って、動画編集できてただけでレビュー状態だったんですよ。けどプレミアプロが広まってパソコンもちょっと安くなって、みんなでうわーって動画編集できるようになったけど、操作ができるようになったやつが増えただけで、もともと経験値をしっかり積み上げてきてた人だったり、ちゃんと営業ができたりクライアントワークができるやつが残っていくじゃないですか。結局気づいたらそこのうぞうむぞうがこうやめていって、めっちゃ案件が集まって稼げるみたいな、それのなんか繰り返しがなんかまた起きてるなみたいな。そうですね。こっから多分 AI 動画めっちゃ作れますみたいな人も増えるとは思うけど、結局また歴史を繰り返すっていうそうですね感じになりそうっすよね。結局は極めた人が得すると思うので、いやそうっすよね。じゃあ AI は動画編集者の代わりになるものというよりも、あくまで動画編集者の一つの武器ってことなんですね。そうですね。なるほどね。何使ってんのとか、どういう感じで AI 使ってんのみたいなところはちょっと別の動画でちょっと詳しく聞かせてください。はい。最後、今後の目標とかあります？来年中に法人化するので。いいじゃないですか。今住んでるのは北九州市なんですけど、そこで一番でっかい SNS の会社作りたいなと。めっちゃいいじゃないですか。最初はニートからスタートして、動画編集に出会って、今となっては北九州市一番の SNS の会社を作るっていうようになってるっていう。変わっちゃいましたね。変わっちゃいましたね。いい方に。今日お話聞いて感じたのは、恩田さんってやっぱこう最初から自分だったら月100って稼げるって思ってたわけじゃないと思うんですよ。最初はなんかそれこそ1万円とかから始まって3万とか10万とか20万とかってどんどん積み上がってったじゃないですか。それの積み重ねで100万達成されてるんで、めっちゃ再現性あるなと思うんですよ。本当に動画編集者のキャリアって一本一本の動画の積み重ねでしかないっていう話があって、そこからお客さんといろんな出会いをしていく中で、新しいスキルのニーズが出てきて、それちょっとつけたらめっちゃ良さそうやなって新しいスキルつけて、でも動画編集の軸はぶらさずにやっていくっていう、一番理想のキャリアパスを歩んでるんで、めちゃくちゃ勉強になったですね、シンプルに。過去の自分に戻ったとして伝えたいことみたいなのがあったら、ぜひちょっと教えていただきたいんですけど、なんかありますでしょうか？目標設定っていうのはめっちゃ大事だなと思ってて、一
ヶ月の売り上げ何万いくかとかでもいいし、でそこから行動を逆算して今日何する、今週何するって決めれる人が強いのかなと思って、そこでやっぱ強いのがエイム、日報提出があって、そこでやっぱり目標のすり合わせ講師とできるし、先輩の意見を直接もらえて壁打ちもできて、行動ができてなかったらケツ叩いてくれてっていう環境があるので、目標から逆算して今の行動に落とし込めてるかっていうところがめっちゃ大事かなと思います。あと僕みたいな彼女に借金してニートでゲームばっかしてる人間でもできたので、誰でも頑張ればできるので、コツコツ毎日頑張ってやるしかないって感じです。行動したら変わる。変わります。なるほどね。ありがとうございます。はい。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。今回は元ニート手取り18万の会社員から月100万稼げる AI フリーランスになったモンダさんにお越しいただきました。ショート動画×AI のね、働き方はめちゃくちゃ参考になりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。彼も最初から特別なスキルがあったわけでも、月100万を目指してたわけでもないけど、最初は月1万、そこからコツコツ積み上げて、今のフリーランスライフがあるということで、これってもう全員にとって言えることだと思うんですよ。今回のモンダさんの話聞いて、未経験だから無理だなとか、今の収入から変われないなって多分思わなかったと思うんですよね。元ニートでもできるんやったら絶対できるって思ったと思うんですよ。これから AI とね掛け合わせて動画編集スキルが輝く時代になってきてます。ただ AI っていうのが動画編集者の代わりになるというよりも、動画を作る人にとっての武器の一つだよっていうことを本田さんが言ってくれてたのは本当におっしゃる通りだなと思ってます。どんな AI ツールが今出てるのか、動画制作でどう使うのか、 AI を使って他にどんな仕事ができるのか、こういった情報を常にキャッチアップして実際に使ってみるっていうのも俺はめっちゃ大事だなと思います。AIM では今回の動画でお話しいただいたような AI× 動画編集の最新情報だったり、実際の動画編集で使える AI の活用方法などを無料で学べる高単価 AI 動画編集者ラボというコミュニティを運営しておりますので、これからはね、生き残れるフリーランスのね、圧倒的勝者マインドをね、手に入れたいよって方はですね、概要欄に僕の公式 LINE 貼ってあります。そこで AI コミュニティと入力していただければ、こちらの無料コミュニティ入ることができますので、ぜひぜひまずそちらにね、参加することから始めてみてください。これからですね、AI× 動画編集をはじめとした副業フリーランス、本気でね、始めていきたいよっていう人は、AIM クリエイターズカレッジもぜひチェックしてみてください。AI 動画編集の基礎はもちろんのこと、案件獲得や営業、クライアントワークまで、実際に動画編集を仕事にするために必要なスキルセット、そして知識、環境っていうのが全て揃ってるスクールとなっております。現在1500名以上が在籍していただいておりまして、ありがたいことにクラウドソーシングサイトで有名なランサーさんとも日本で唯一業務提携させていただいているスクールとなっております。AIM はどんな方におすすめですか、ちなみに。サボる人。おっしゃる通りですね。サボってしまう人はですね、ぜひ入ってほしいですね。人って思ってることと実際にやること全然違うんで、どんだけ副業で稼ぎたいなと思ってても、ネットフリックス見ちゃうし、僕らはそういう生き物なんで、本気でね、結果を出したいよって人は、AIM クリエイターズカレッジ、業界で最高峰のサポート体制が整っておりますので、こちらも興味あるよって方は、概要欄の同じく公式 LINE の方に、無料説明会と入力していただければ、スクールの無料説明会をご案内させていただきますので、気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、というわけで今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画では、本田さんが具体的にどういうね、AI 活用してるのかっていう、それの触りみたいなのをね、皆さんにお届けできればなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしてみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。チェーズ。って思いますよね。すいません、ウェイけど。すぐ味方を売るタイプの。うちのバグがすいません。カメラマン、うちのバグがすいません。化石。本当にそうです。